はい、どうもです。今回はですね、こちら、ヒレグロコショウダイとトガリエビスっていう食材ですね。そう、最近ね、本当に水中銃が魚に当たんなくて、はい、来ました、取れましたわーと思ってパーンってついて、魚からもうなんか30センチぐらい下にスパーンって水中銃が行ってしまうみたいなことがね、ずっと続いてまして、これはあかんなっていうことで、魚の動きが鈍くなると言われております。夜明けと同時にですね、今回潜ってきてみました。ということでですね、そちらの映像をご覧ください。ということで、今日は朝4時半起き。現在の時刻は朝5時半ですが、道具の準備やポイントへの移動、着替えでなんだかんだ1時間ぐらいかかります。それにしても水平線に浮かぶ朝日、これほど綺麗な景色はなかなかないでしょう。さて、浅瀬をしばらく歩いて海に飛び込みます。早朝の海は薄暗く不気味な雰囲気がありました。魚たちはまだ寝ぼけてるのでしょうか。ちなみにマサルはもちろん寝ぼけています。20キロほどの巨大な魚影が見えたので潜ってるんですけども、海底に着くと残念ながら魚はどこかへ行ってしまったようで見当たりませんでした。どうやら午前中でも魚の警戒心はしっかり高いようでした。それだけならまだいいんですけど、朝って全く息が続かないんですね。20秒もすると苦しくなって全然潜っていられませんでした。ウミガメもこの通りしっかりと起きていました。後ろ向きに泳いで頭ぶつけんなよ。結局魚の警戒心は普通に高かったんで、岩の下に隠れてるような比較的警戒心の薄い魚を狙っていくことにしました。魚に近づくにつれて足ひれの動かす回数を減らしていきます。ヒット。さて何が取れたのでしょう。ヒット。さて、こちらの魚はトガリエビス。岩の下でぼーっとしているところを一突き。スタミナがないのか全然暴れない魚ですね。ちなみにこちらの魚は鱗もヒレもエラも全てが鋭利で危険な魚なんで、慎重に刺されないように締めていきます。そして血抜きをしたら次の魚を狙っていきましょう。潜行開始。ヒット。岩の中に逃げ込んでしまいました。早朝で息が続かないので一旦浮上。水面で息を整えて回収しに行きましょう。こんな感じでなるべく動かないようにして息を整えています。さて回収しに行きましょう。出てきました。突きどころが非常に悪いですね。小さい魚で身を打ってしまうと可食部がほとんどなくなってしまうんで、こういう魚は競りに出しても十中八九売れ残ります。今回は仕方ないので次に生かしていきましょう。ということで、こちらヒレグロコショウダイを取ったとこで脳天締めと血抜きをして陸に戻って調理していきましょう。はい。ということで今日はね、こちら2匹の魚をさばいていくんですけども、結論から言うと、朝が警戒心が緩いっていうわけでもなかったね。全然警戒心高かったわ。もう二度と行きません。眠いんで。はい。朝4時半に起きるっていう、ただただシンプルにハードなだけでした。ということでですね、早速観察していきましょう。はい。まずヒレグロコショウダイなんですけども、この魚 YouTube で見たことある人いないんじゃないかな。結構マイナーな魚だと思います。こういうしましま模様がね、あったりだとか、結構ね、派手な魚なんですけど、一応ね、コショウダイの仲間なんで、おそらく美味しいんじゃないでしょうか。そう、さっきね、たまたまアジアコショウダイもらったんですけど、これもね、同じコショウダイの仲間なんですけど、やっぱ模様は違えど、顔とかはね、すごい似てますよね。この分厚いね、プルプルの唇とかね、すごい似てますよね。なんて言うんでしょうね。シルエットがすごい似てますよね。まあ、アジアコショウダイ今日関係ないんで片付けときましょう。
ちなみにね、このアジアコショウダイ0円でもらいました。こちらがね、トガリエビスっていう食材ですね。この魚はですね、もう背びれがですね、純色のような赤色でね、すごい綺麗なんですよね。で、結構ね、こいついかついんですよ。このね、エラブタとかはですね、こんな感じでトゲがあって、これ普通に刺さります。ですし、これ鱗がですね、すごい鋭利なんですよね。おそらくね、キュウリとか擦れるはずですよ。普通の魚はね、鱗で指が切れるとかありえないんですけど、この魚に関しては普通にね、切れます。めちゃくちゃ危ないです。はい、ということで、今日はですね、こちらの2種類を使っていくんですけども、トガリエビスせっかく綺麗な見た目をしてるんで、姿作りをね、作ってみようかなと思います。ちなみに僕はね、姿作りの動画出すの初めてです。まあ一応居酒屋で働いてた時にね、姿作りをね、何回か作ったことはあるんですけど、もうほんとそんぐらいで、ちょっとね、なんとかうまく盛れたらなといった感じではございますが、早速やっていきましょう。はい、それでは鱗を落としていく前にですね、キュウリが本当にすりおろせるのかちょっと見てみましょうか。うわ、やばくない？食べ物無駄にしてるって怒られそうなんだけどさ、やばくないですかこれ。ほら、あんなに長かったキュウリが。やば！そう、危ないってことを皆さんに知らせたかったです。普通に、魚の鱗だったら、じゃあ何でもできんじゃねえかって思うかもしれないんですけど、アヤコショウダイじゃ絶対擦れないですからね。あ、ちょっと擦れる。ちょっと擦れる。ほら、でも全然擦れ方が違うでしょ。うん、擦れる。ごめん、擦れた。はい、それでは、鱗を落としていきましょう。キュウリが挟まってます。じゃあ落としていきます。やっぱ硬いな。かってえなこれ。全然取れねえ。ちなみにこの魚、島ではあんまり取る人がいないんですけども、沖縄では結構高級魚らしいです。マース煮とかでね、食べるらしいですね。でも絶対刺身美味しいと思うんですよ、これ。見た目的に。よし、綺麗になりました。次、ヒレグロコショウダイ。もうこれはね、一瞬の早送りになると思います。はい、それでは綺麗になりました。ここから内臓とか落としていくんですけども、まずね、姿作りとは関係ないこちらのね、アヤコショウダイから落としていきましょう。はい、それでは頭を落としちゃいますね。では胸びれの後ろから包丁を入れます。じゃあ反対側も入れていきます。さて何食べてんでしょうね。お、ちょっとだけ内臓脂肪乗ってますね。ほんのちょっとだけ。胃袋は何も入ってないですね、ここ。はい、それでは開いていきます。なんだ、白子ですね。白子と。で、これ浮き袋がついてるんで、浮き袋を取っていきましょうか。はい。で、洗い流していきます。はい。そしたら次、トガリエビスなんですけども、これはね、姿作りにしたいんで、こっち側あんま傷つけたくないんですよね。いやー、でもどうしようかな。裏側のね、見えないところから包丁を入れて、そこから内臓を取り出しましょうか。これ取り出しづらいんですけどね。なんとかね、手を突っ込んで取り出していこうと思います。トガリエビス本当にヒレが危ないんで、皆さん、もしトガリエビスでやるときは気をつけてください。はい、内臓です。普通ですね。で、次にですね、今回姿作りなんで、エラを外していきましょうか。繋がってる膜を切って、で、付け根を外します。今、付け根を外しております。見えづらいですが。で、下もですね、なんか付け根が繋がってますんで、ここも切り離しておきます。切れねえな。俺エラ外すのめちゃくちゃ嫌いなんですよ。ハサミでいきます。うわ、見て、びっくりした。いってー、刺された。くそ、気をつけてたのに。どう見ても毒がありそうなカニを食べてますね。なんでしょうこれ。すっごいイボイボしてますね。胃袋ではなくエラの中から出てきましたね。これはね、別に矯正してるとかじゃなくて、胃袋から出てきただけですね。はい、エラが取れました。エラを取るとね、内臓が取りやすくなるはずなんですよ。うわ、また出てきた。魚も食べてる。これ胃袋から出てきました、今、魚の胃袋を引きちぎっております。よし、取れた。これが胃袋です。はい、そしたらですね、軽く洗っていきましょう。
はい、それではですね、こっからおろしていくんですけども、姿作りなんで、頭を落とさない、ちょっと特殊なおろし方になりますよね。僕はね、サバでしか姿作りやったことないんで、うまくいくかな。とりあえずやってみます。はい、まずはですね、頭に切り込みを入れます。鱗がついてますね、ここに。残ってるね。邪魔だね。ここにね、入れていきます、包丁を。で、どうしようかな。なるべく綺麗に見せたいんで、こうやって、行きたさはあるんですよ。こう行きたいんですよ。なるべく綺麗に見せたいんで。いけるか。これは、おっと、難しいかもな。これいつもとは違って背骨はつけときます。で、反対側ですね。反対側見えないんで、ぶっちゃけどうでもいいんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、一応下ろしていきます。とりあえず背骨を切らないようにですね。で、これつなげたまま切ったんですけども、こっからですね、このままおろしていきます。いや、サバとかね、すごい柔らかい魚なんで、勢い余って、そのまま頭落としたりして怒られてましたね、居酒屋で。姿作りなんだから頭落としちゃダメじゃんとか。でもなんとかなるんですよ。で、これで中骨に沿って背骨まで切っていきます。背骨まで切っていきます。OK。これ重要なのが、まだ下ろさないです。これ反対側もやります。これなんでかっていうと、なんかね、片方の身だけ下ろしちゃったりすると、この頭があるんで、背骨が歪んで、包丁入れるのがね、途端に難しくなるんですよ。なんで、もう片面はつけたままやります。懐かしいなぁ。姿作りなんてもうほんと、この居酒屋のバイトぶりですよ。2年ぶりとかかな。反対、こっちも同様に背骨まで行くんですけども、これもそのまま外していきます。難しいんですよ、これ外すの。よし。はい、取れました。そして反対側も取っていきましょう。やっぱね、やりづらいんですよね。でもやってみたらわかると思います。半身取っちゃダメなんだって。よし。むずっ。めちゃくちゃむずいぞ。はい、それではですね、おろし終わったんですけども、こっからですね、浮き袋だったり血合いが残ってるんで、これをきれいにしていきます。浮き袋を取っていきましょう。ぬちゃぬちゃやな、この浮き袋。ぬちゃぬちゃや。はい、それでは綺麗になりました。いいんじゃないでしょうか。それではヒレグロコショウダイもさばいていきましょう。もうこれはね、一瞬でさばきましょう。さばきやすい。皮に切り込みを入れまして、スッとやっていきます。さばきやす、この魚。マジか。めちゃくちゃ気持ちいいんだけど。あれ ?OK。反対側。この魚、めちゃくちゃさばきやすいぞ。骨の入り方が。最高だわ。これ気持ちよ。最高に気持ちよい魚でしたね。すっごいさばきやすい。めちゃくちゃさばきやすい、これ。はい、それではですね、姿作りを作っていこうと思うんですけども、うまくいくかな？やってみましょう。じゃあ、これ土台を作っていきます、まず。大根ですね。これを半分ぐらいに切ろうかな。で、皮をね、取っていきましょう。こちら向きはね、僕できないんで、何回も切れるはず。むずい。むずいぞー。どうしようかな。半分ぐらいに切ろうかな。で、もう半分ぐらいに切りましょう。で、串を打っていきましょう。硬い。大根をね、土台にしていきます。こういう感じですね。いいんじゃないですか。これ邪魔ですね。
でね、この背びれなんですけど、背びれのここら辺にね、爪楊枝刺すと、これ開くんですって。なんでなんだろうね。開くね。お、いいね。で、胸びれの何個かあるんですけども、ここを裂いて、で、この裂いた1本をえらぶたの中に入れるんですって。こうやって。そうするとね、これ胸びれが立つんですよ。これでね、綺麗になります。いいね。で、刺身はですね、後ろを高く持って、手前を低く持った方がいいんで、後ろはですね、ちょっと高めにこんな感じで、妻をね、持っていきましょうか。高すぎるかな。こんなでかい魚でやるの初挑戦なんで、ちょっと怖いんですけども、この辺もね、ちょっと隠しておいて、いいんじゃないか。じゃあね、大葉も乗せちゃいますか。いいかも。じゃあ土台がですね、多少整ったんで、こっから刺身をね、切っていきましょう。じゃあどんどんね、やっていきましょう。これヒレグロ胡椒ダイ。腹骨落としていきます。いやなんかね、もう刺身とか盛るのすごい苦手なんで、姿作りとかね、ずっと手をつけなかったんですけど、なんか最近ね、姿作りの写真を見て、あれなんか俺できそうだなって思ったんですよ。それで、ちょっと今回ね、チャレンジしてみることにしました。うまくいくのやら。で、これ白いとこ残ったら、取ってきます。これ内臓に触れた部分なんで臭いんですよ。ほんで、トガリエビス。トガリエビスの腹骨も、取っていきたいんだけど、硬いぞこいつ。なんか変な骨入ってんだよな。はい、それではですね、全部腹骨が落とし終わりました。じゃあ次はですね、ここに血合い骨っていう骨が入ってるんで、血合い骨を取っていきましょう。ミスった。 OK で、こちらトガリエビスですね。あれ、おお、結構身綺麗ですね。ああ、なるほど。トガリエビスは変な骨が入ってますね。今触ってみて分かったんですけど、これ普通ね、魚ってこういう血合いに沿って骨が入ってるんですけど、ちょっとね、この魚こうやって骨が入ってますね。変な入り方してます。こうですね。こうだ。取りづらいな。こうだ。面白いな。こう骨が入ってます。そう、時々ね、骨の位置がおかしい魚いるんですよ。普通、こうやって入ってるんですよ。ここの血合いに沿って、血合い骨っていうのが入ってるんですけど、これ入ってないんですよ。こっちにね、斜めにずれて入ってます。変な魚ですね。こうですね、だから。ウツボとかも変な骨が入ってますよね。で、こうか。こうですね。こっちヒレグロ胡椒ダイなんですけど、普通ね、魚こうやって血合いに沿って骨が入ってるんですけども、こんな感じでね。こんな感じですけど、血合いが臭そうですね、この魚は。はい、それではですね、皮を引いていきましょう。あ、やべ、下いっちゃった。おお、すごい綺麗な身ですね。で、これ縁側のところちょっと脂乗ってますね。で、これはトガリエビスですね。おお、綺麗身が。はい、ということでですね、皮を引き終わったんですけども、ちょっとヒレグロ胡椒ダイなんですけど、ちょっとなかなかいい香りがするね。これ結構刺身はハードだと思う。うん。洗いにしましょうか。塩水でですね、余分な臭みを取っていきます。水と塩。やっぱ夏の魚臭いな、基本。臭いやつは。で、これに入れていきます。数分ですね。はい、それではですね、洗いを作ってる間にですね、焼き霜作りを作っていきましょう。焼き霜作りは、皮を炙るやり方なんですけども、食感を良くするためにですね、包丁を入れておきます。飾り包丁って言うんだけど、皮硬っ。皮硬っ。全然切れんぞ。こんな感じで切れ目を入れておきます。こっちも同様ですね。切れないな、ほんまに。今度これね、切れ込み入れすぎてます。こんな入れちゃダメです、本当は。はい、では炙っていきましょう。これで炙っていきましょう。いい感じですね。
もう一丁。切り身入れると、この皮がね、丸まんなくなるっていうのもね、いいですよね。はい、それでは切っていきましょうかね。うまくできるといいな。ちょっと整えておきます。端っこを。やっぱ角が立ってるとね、刺身って綺麗なんでね。角を整えておきました。皮が硬いな、この魚。切りづらい。はい、それでは洗いが終わりました。だいぶ臭そうな汁が出てますね。相当匂いが飛んだはずです、これで。完璧じゃないでしょうか。さて、頑張って乗っけてみましょうか。うわ、ここでどうでしょう。おお。いや、むずいな、これ。ようわからんくなってきた。もうようわからんけど、とりあえず隙間を埋めていきます。ちょっともうね、どういうことやな。こうか。とにかく隙間を埋めていきます。大葉がね、でかいんよ。そぎ作りもね、入れていきましょう。なんか形が違う気がする。いいんじゃない？ちょっとここの隙間どうしよう。パワープレイに出ようかな。皿置いちゃおうかな。ちょっともう、わっちゃわちゃになってるんですけど、無理やり置いていきましょう。オッケー。オッケーだぞ。ちょっとね、もうちょいこっち向きに向けたいところではあるが、いけるか？これでいいか。で、ここにはですね、トガリエビスと大葉の和え物をね、作っていきましょう。和え物っていうのかな。ほんとトガリエビスは薄く切っていきます。こんな感じでね。これ太いんで、芯に切って、とにかく薄く切っていきます。まあ、アジのたたきみたいな、そんなイメージでやっております。こんなもんでしょうかね。で、ここに大葉です。大葉を刻んでいきます。ほんで、大葉とトガリエビスを混ぜていきます。まあ、そうするとね、結構なんか綺麗じゃないですか。で、ここに乗せていくと。うわ、なんかこの上かけたいな。からすみとかかけたかったな、この上から。はい、じゃあね、レモンとか適当にあしらいを乗せていきましょう。どこに乗せたらいいか全然わからんな。ここでしょう。ここ乗せたら可愛くない？他に乗せる場所あるか。こことかね。これもうちょい上だな。こうだな。で、こうですね。土佐かのりも乗っけていきますか。適当にね。なんとなく様になったか。完成です。はい、それではですね、完成しました。いただきます。いやー、ちょっとむずいな。ほんまに。はい、それではまずはヒレグロコショウダイのそぎ作りからいきましょう。いただきます。ヒレグロコショウダイ美味しいですね。柵にした時は結構臭みがあって、これはダメかもなーって思ったんですけど、やっぱ洗いをしたおかげでですね、全然臭みもなくなって美味しいですね。平作りの方もね、食べてみましょう。うん。食感はちょっとなんか筋張ってる感じがあるんで、そぎ作りの方が美味しいのかなって感じであるんですけど、味はね、抜群にいいです。うん。すごいね、濃厚で臭みもなくて、で、ちょっとね、油も乗ってる。美味しいわ。はい、そしたら、こちら、トガリエビスの焼き霜ですね。こちらも食べていきましょう。これ硬いな、これ。この魚はね、凄まじく皮が硬いですね。で、あんまりね、味がないですね。この魚。全然味がない。この魚、焼き霜良くないですね。めちゃくちゃ皮硬いです。どのぐらい硬いかな、この皮は。これあれだ。なんかナタデココって噛んで水分出したら、なんかすごい硬い場所が残るじゃないですか。あれです。あれ噛み切れんや。
同じ。ナタデココの最後や。で、多分これ熟成とかしないと、本当に味がない魚なのかなって感じですね。すっごい味が薄い。ではですね、たたきも食べてみましょう。トガリエビスのたたきです。あ、これは美味しいわ。もうなんかすごい皮が邪魔でしたね、さっきやっぱり。皮がなくなって、やっぱパンチのない魚なんで、大葉を入れて、ちょっとパンチを出すぐらいがちょうどいいですね。あ、これめちゃくちゃ美味しい。うまっ。あ、これめちゃくちゃ美味しいぞ。トガリエビスの大葉たたき。びっくりした。めちゃくちゃ美味しい。焼き霜の時は結構切り身が大きくて、表面積はちっちゃかったんで、旨味とかを感じづらかったんですけど、今回ね、叩きにしてるんで、表面積大きくなってるじゃないですか。それで、さっき旨味なかった魚が、すっげえ旨味になって食べれるようになってる。これは発見だわ。ちっちゃく切った方が、表面積が増えて、旨味を感じやすくなる。プラス、大葉とめちゃくちゃ合うな、これ。やばいぞ、これ。革命です。めちゃくちゃ美味しい。うわー、これはうまい。どうしよう。はい、それでは、ごちそうさまでした。今回取った魚、トガリエビスとキレグロコショウダイ。2匹とも島ではあんまり値段のつかない魚で、やっぱ値段がつかない魚って、大体美味しくないことが多いんですけど、こいつはね、しっかりうまかった。びっくりした。全然ね、リピートしたいぐらいの感じですね。そんな値段つかないし、大して売れもしないと思うんですけども、ちょっとおかず用にとってもいいのかなと思いましたね。で、今回分かったことは、白身魚の大葉和え。これ本気でうまいわ。これ皆さん試してみてもいいかも。ということで、今回こんな感じで動画を終わらさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは